生物環境工学専攻の久保でございます。本日は水田のセシウムから出る放射線量の水田淡水による低減効果に関してこれまでの研究成果をご紹介させていただきます。私の専門は灌漑排水ですので、原発事故以前は放射能に関係することはございませんでした。しかし原発事故以降、旧農業工学科のメンバーが中心となり、福島復興農業工学会議を立ち上げ、農地と農村をよみがえらせる研究を始めました。メンバーの溝口先生と西村先生は除染を中心に、私は水田淡水による放射線量低減を中心に研究を進めております。現在、飯舘村では除染作業が本格化し、やがて避難指示が解除される地区が出てくるでしょう。しかし、その時こそ放射線量を低減させる努力が必要です。水田淡水は費用対効果からも農地保全の点からも最も有効な方法の一つと考えております。次に淡水による放射線量低減の原理に関してお話をいたします。この図は放射性物質がついた2枚の板が10メートル離れて、1枚は観測者に対して正対して、もう1枚は地表に置かれている様子を示しております。C 点、ここから見ますとこのような正方形に、D 点から見ますとこのように細い長方形の形に見えますが、C 点や D 点におけます放射線量率には差がありません。空気によってこの程度減衰するだけです。これは線源から放射線が出ているイメージです。ガンマ線は光と同じ電磁波でありますけれども、光というより粒子として振る舞います。あらゆる方向にランダムに弾丸のように放射されます。ただし時間平均しますとあらゆる方向に均等に放射されます。またどっかある点を通過する放射線線量率といいますものは点源からの距離の2乗に反比例して少なくなります。仮に点源がこのように5つ並んでいる場合、観測者がこの点源に対して正対している場合も、斜めの位置にいる場合も、距離が同じであれば線量率は同じです。ただし地面に置かれている場合、地面が起伏がありますので、遮蔽のために到達する線量率は低減します。しかし水田は平らですので、斜めにこのように置かれている平板と同様の条件になりまして、生活空間への強力な放射線源になり得ます。さて、平板の表面が水の層で覆われているとどのようになるでしょうか。厚みが10センチの場合、平板を正対すれば線量率はおよそ4割に減ります。一方、地面に置いた平板を水で覆いますと、放射線は水中を約1メートル移動し、線量率は5000分の1程度になります。これはその様子を詳細に見たものです。線量率を半減させるためには水中では8.1 センチ、空気の場合には70メートルが必要です。水田を被覆せずに放置すれば強力な放射線源になりますが、淡水すれば放射線の相当量を遮断することができます。以上を踏まえまして、実際に水田淡水の効果を見るためにこれまで計4回現地実験を行いました。実験水田は飯舘村北部の避難指示解除準備区域のSASというところと、それから中部の住宅制限区域内の小宮というところの2カ所です。第1回目の実験は予備実験で、一昨年の12月の3日と4日にSASの
菅野宗男さんの水田を借りまして、10メートル四方をあぜで仕切って、そして行いました。3日の日は大雨でして、翌日の4日の午後3時から淡水を始めました。距離別に A シリーズとシリーズ1とシリーズ2ということで、距離による淡水前後の差を比べました。でまた同時にこの C 点というところで淡水深が増えるに従ってどのように放射線量が低減するかという実験も始めました。これはシリーズ1とシリーズ2、これはシリーズ1シリーズ2の結果ですけども、淡水前と後ですね。これはその差を表しています。少し効果があるみたいですけれども、あまり距離による効果というものはよく分かっておりません。これは C 点におきまして水深が上がるに従って放射線量がどのように減っていくかということですけれども、最後の方は水深6センチまでなったんですけども、漏水が多くてそれ以上水深が上げることができませんでした。以上1回目の現地実験、これ予備実験のをまとめますと、定性的な放射線量の低減効果というものは確認できましたけれども、その測定値の変動が激しくて、あぜなどからの漏水のために淡水深を上げることができませんでした。白かきとかあぜ塗りをやって漏水を防ぎ、淡水の周囲範囲を広げて長時間の観測が必要であるということが分かりました。2回目の実験は、昨年の6月30日から8月25日まで約2ヶ月間行いました。この実験では1枚の水田を白かきあぜ塗りをして淡水させました。白かきと淡水による効果としましては、セシウムを高度層内に均等に分散させ、高度自身と飽和土壌水により放射線量を低減させる効果、それからセシウムを吸着した土壌の土ぼこりの飛散を防ぐ効果、それから雑草の繁茂を抑える効果、さらにイノシシとか猿とかそういう野生動物の侵入を防ぐ効果などが挙げられます。水田は長さが約75メートル、幅が30メートルの長方形で、線量計は周囲のこの5点のところに高さが1メートルと 1.8 メートルの2箇所設置しました。線量計の設置は溝口教授が担当いたしました。これらの写真は淡水後の水田の様子です。この実験では淡水深を5日ごとに5センチずつ変化させることを考え、水位計は設置しませんでした。これらはこの実験に協力いただきました菅野宗男さんの作業日誌と水管理日誌です。淡水深といいますのは用水の供給量、それから蒸発散量、それから浸透量、降雨などの影響を受けまして、常に変化しますので、水深を一定に保つというのが大変難しいことが分かりました。このスライドは、時間ごとの放射線量のカウント数とこの作業日誌から推測される水深変化の時系列です。白かきの時期からそれから淡水に至る過程でカウント数が非常に落ちている様子が分かります。ただし観測値のこの分散が非常に激しく、また淡水深の推測、この辺りですけどもかなりちょっと疑問な点が残っております。そこでこの実験におきましてはこの淡水深とそれから線量との関係を見ることを諦めて観測地点間での関係を見ることにしました。またカウント数はこのように散らばっておりますので分散を減らすために日平均に変更しました。こっちの上の方はこの4つの地点1,2,3,4つの地点の1メートルの高さでの線量率の時系列です。下の図の方は減少
淡水後のカウント数の減少量です。淡水前に900カウントあったものが地点2ではおよそ200カウント、地点1とか3では150カウントほど下がっております。またその第2地点、ここの地点の減少量が他の地点に比べて 1.4 倍ほど大きいことが分かります。これはこの減少する範囲 1に比べまして2の方はおよそ倍あるからなんですけども、倍あるから本来倍小さくならなければいけないんですけども、そうはなっておりませんでした。それからここの地点ですけども、第4地点ではかなり大きく減少しました。これは漏水があったためであります。ですから、これをまとめますと、淡水深とそれから放射線量の低下量に関してはおおよその線形関係が認められるものの、淡水深を計測するために水位計を設置してする必要があること、それから辺の中央部での低減量というものは角の場所よりも大きいことと、さらに漏水などの影響を見るために周囲の水田の水位も同時に観測する必要があること等が分かりました。これを踏まえまして第3回目の実験を昨年の10月13日から11月10日まで約1ヶ月間同じ水田を用いて行いました。今度は水計を設置し淡水深と放射線量を同時に観測いたしました。なお水田の表面といいますものは水平ではありませんので、水田内の代表的な5点の地点の平均値を田面標高といたしました。このスライドは淡水深とそれから放射線量の時系列です。こちらの方は淡水深と放射線量の関係を見たものです。カウント数がこの780から水深が1センチ増えるたびにおよそ 5ポイントほど減少していることが分かります。水深がここマイナスになっておりますけど、これは水位の観測点の標高が5センチほど高かったためです。角の3番目4番目でも同様の傾向が見られました。このスライドは辺のこの中央のものです。カウント数が840あたりから水深が1センチ増えるたびにおよそ 7.4 ポイントほど減少している様子が分かります。以上3回目の実験結果をまとめますと、低減効果は減水深と淡水範囲に大きく依存すると、そして各地点別での線量率と淡水深の関係を定量的に求めることができました。このような成果が得られましたけれども、ここではその辺の中央部での減少割合が角の1.4 倍程度ということで2倍にはなりませんでしたので、その理由はまだ現在よく分かっておりません。以上を踏まえまして第4回目の実験を行いました。この実験は今年の8月3日から11月30日まで行いました。目的は水田淡水の実用化が可能かどうかを見るためのものです。このスライドは小宮というところに設置した線量計とそれから水位計の配置図、それに設置時の様子を示しております。ここの家ですけども、ここの家には大久保さんという方が避難地から戻ってきて住んでおります。家の前に水田が広がっていますので、この辺りの水田を淡水させることで水田からの放射量の低減を図っております。観測結果を示します。こちらの方が2枚の水田のこの水田とこの水田の水深の変化の時系列です。それから右側の2つが
ここの点とここの点におけます放射線量の時系列です。10月頃に一旦水位が下がってますけども、その時に放射線量が上がっております。それからここで飛んでますけど、これは電池がなくなって観測がストップしたところです。この図は淡水深とそれから放射線量の低減量の関係を見たものです。左側の方がこれは3番、これが1番のところですけども、4ヶ月間の全記録です。で右側の方が月ごとに、これが8月9月10月11月ですけれども、月ごとに変化を見たものです。この8月9月と10月11月両方ともそうですけども、およそ 0.2 マイクロシーベルトパーアワー程度の差が見られます。この小宮地区での結果をまとめますと、まず淡水によりまして、家の前では、3.2 淡水させるまでに 3.2 マイクロシーベルトパーアワーであったものが 2.3 まで減りました。それから道路、ここのところですけど、ここでは 4.4 から 3.2 まで減りました。つまり淡水深10センチに対しての、線量率の低減は家の前では 0.29、 それから道路では 0.42 ということになりました。で、この8月9月10月11月では 0.2 程度の線量率の違いがありましたけども、原因はよく分かりませんが、台風の時などの流出によって減ったのではないかと推測しています。さらにこの淡水深と線量率の低下が現在まだ線形関係になっておりますので、水深をさらに上げる工夫をすることによって線量率を下げることができるのではないかと考えています。ただしここの地区は実は山林に囲まれておりますので、淡水だけで線量率を低下するには限界があるだろうと、このように考えています。続きまして、今度は佐須地区での実験でありますけれども、水田に淡水させる場合には、通常水は近くを流れております渓流から取水いたします。その水にセシウムが含まれておりますと、水田を汚染してしまいます。宇都宮大学の大沢先生ですけれども、この先生は飯舘村の2つの渓流、真野川というのと、それから木曽川という川ですけれども、ここにおいて、その、流量、それから、SS 濃度、濁度ですね、それから、セシウム濃度、セシウム137の濃度の関係を調べています。これによりますと SS 濃度が100に対しておよそ、セシウム濃度が10ぐらいになるという、こういうような関係になっております。ですから、濁った水が濁りますとセシウムが入ってきますので、なかなか取水ができないということになります。そこで、その濁水の取水を、自動的にストップさせる装置を試作しました。広い水田域を淡水させるためには、大量の水が必要で、連続取水が必要になります。しかし現在土曜日日曜日以外は人がおりませんので、仮に大雨で濁水が流れ込んでもそれを止めることができません。そこで豪雨時に濁水が流れば自動的に取水を停止する装置が必要になります。豪雨がありますと、これ川ですけども、渓流ですけど、豪雨になりますと、川の水位が上がります。でこれが設置してあるものですけども、水位が上がりますとフロートが浮くと。でここで重りが下がると。で重りが下がりますと、このワイヤーを引っ張って支えているゲートが外れると。ゲートが外れると落ちて水が元の川に戻ると、こういうような装置を試作しました。この装置をこの装置を設置するまでかなり時間がかかりまして、やっと設置し終えたのが11月の初めでした。でこれを設置することによってようやく渓流水を連続的に取水することができるようになりました。
このスライドはこの佐須地区に、設置した、線量計5基とそれから水位計6基であります。この道路上の基準点から、測定した線量計の標高と、水位計の標高がこちらに書いてあります。これ八千田地形でしてこちら方向に標高が下がっております。このスライドは設置のために草刈りそれからレベル測量ですね、これをやっているところです。これ飯田先生がスタッフを持って溝口先生が一生懸命測っております。この辺りは事故後、放置状態でしたのでこの写真のようにですね雑草が背丈ほどまでに密生しております。このスライドは6地点、この6地点における4ヶ月間の水深の時系列です。水位計はこのようなパイプの中に吊り下げる状態で置かれています。パイプ内の水位が下がりますと地表面以下になりますと水深は0以下と表示されることになります。渓流からの取水ができるようになったのはこの時期からですね。この時期からやっと渓流からの取水ができて淡水できるようになりました。それ以前はずっと水がない状態、時々雨が降って水位が少し上がっていると。でこれは台風があった時の大きな豪雨でそこで水深が非常に上がったという状態であります。このスライドは5地点、この5地点ですね、この5地点におけます4ヶ月間にわたる線量率の観測結果です。最初の方ずっと大体一定ですけども、これは飛んでますけども、ここも飛んでますけども、一定ですけども、これは淡水していない時ですね。でここで、豪雨があって、淡水しています。それからまたあとここでやっと渓流からの取水ができるようになって、淡水しております。で、この3枚ですけど、これはこの3つに対応しておりまして、淡水によって、この真ん中のところ、ここがですね他のところに比べておよそ2倍ほど低減しているという様子が分かります。以上がこのSASにおけます4回目の実験結果です。これに関しましてはまだデータの解析が終わっておりませんので、暫定的なまとめになりますけれども、広域な水田を淡水状態に置くためには大量の水が必要になります。その際濁水を排除する必要があります。濁水をいつ停止するかという判断とそれをどのように確実に実行するかということは今後検討しなければなりません。放射線量に関しましては中央部のところでは中央部の線量計5では 1.8 から 1.0 まで 0.8 落ちました。それからこの端っこの両側ですけどこちらは 1.5 から 1.1 あるいは 1.7 から 1.3 まで落ちました。で線量計7こちらですけどこちらは 1.9 から 1.3 まで落とすことができました。これはこちらの方は非常に水深が深くなって非常にたくさん落ちたわけであります。この真ん中と両側の低下に関しましてはおよそ2倍ということでしたので予測通りになりました。以上これまでの検討を通じまして水田の淡水の効果というものが少しずつ実証されてきたように思います。しかし濁水の問題など解決すべき問題も次々と出てきております。淡水による線量率低減効果だけでなく関連する問題に対しても検討する必要があると考えております。簡単ですが以上で報告を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。